どうも、ちぬこチャンネルです。今日はこのケーキャンでちょっと危険な食材探しにやってきました。使うのはタモ網2本だけ。浅瀬に潜む生き物たちを捕まえます。今回もハプニングがありそうな予感。サバイバル作戦スタートです。今日の獲物は夜に取るので、まだね、日没まで時間がありますね。今から買ったものがあるので簡単にご紹介します。まずはこれよっ、ウェーダーバッグ。この中にねウェーダー入ってます。しかもね、長靴も両方入れられますよね。なので使った後に、汚れてしまってもこういうバッグがあれば車内を汚さなくていいのでね、すごくいいと思います。そしてさらに100均で購入しましたマグネット付きのクリップ。これね、走行中にカーテンが開いてくるので、それを防止するために右と左にこのクリップをつけてペタッとつけれるようになってます。これね、ワンセットで売ってますからね、めっちゃいいでしょ。はい。そしてここに救急セットがあります。もう常に車内に置いておくことにします。開けるとですね、いろいろ入ってるでしょ。包帯とか綿棒とかね、何かあった時にこれがあると便利かなと思って購入しました。そしてシートバッグポケット。シートの後ろに収納をつけました。こういうの入れておいたりとか、車検証とかね、そういったものも入れられるのですごく便利ですよね。はい、こんな感じで入ってます。キャンピングカーに少しずつ車中泊グッズを追加していくので、また今後まとめて動画にします。日が沈んでからポイントに入りたいんですが、まだ時間があるので先に晩ご飯を食べようと思います。じゃん。お湯を沸かしますね。いただきます。うんはい。ごちそうさまでした。そろそろ暗くなってきたので出撃。干潮の浅瀬にやってきました。ここで食材を探していきます。釣り竿は使いません。このタモ網2本で勝負です。まずはこの小さいタモ、今が旬の美味しい魚を捕まえます。ちなみに地域によってはライトを使ったタモは規制されています。ご注意ください。なんかいる。よし、取れた。あ、カワハギです。カワハギめっちゃちっちゃい。ちゃんとこんだけちっちゃくてもカワハギかわいいです。かわいすぎる。はい、入った。これはメバルだ。ちっちゃい。ちっちゃくてもちゃんとその形だから楽しいよね。こっちいる。こっちいた。こっちいた。捕まえた。はい、こっちです。こっち。どっちだろう。マゴチかメゴチか。ちょっと口尖ってるからメゴチかもな。わかんない。どっちだろうこれ。かわいい。なんかいっぱい生物がいて楽しいです今日。よっしゃー。出た。チヌ。ちっちゃいワッペンサイズ。チヌコのチヌです。チヌちゃんいた。おいで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 。よし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 。捕まえた。捕まえた。ヒラメの子じゃないこれ。左ヒラメに右カレイだからどっち？お腹がこう？ちょっと見えないな。カレイかもな。カレイかなこれ。フグいたよ。フグ捕まえた。かわいい。フグだフグだ。ミニフグ。めっちゃかわいいです。あ、膨れてる。膨れてます。あ、うなぎのちっちゃいの。ほらほら。今日の獲物はいるはいるんですけどいっぱい。でもね、ちっちゃいんですよね。小さいと食べられないので、今大きいのを探してます。よし。
た。よし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 。はい、今日の狙いです。ハゼ美味しそう。これはもうハゼですね。はい、ちょっとスリムな形してるのね。夏から秋が最盛期です。浅瀬に群れて集まってきます。私が20年ぐらい前に初めて釣りで釣った魚もこのハゼなんですよね。はい、どうぞーっと。 OK。 どんどん取っていきます。大きいの5匹は欲しいよな。あー、素早いぞ。意外と難易度高い。あ、めっちゃむずいじゃん。ちょっと靴下がやっぱり水没しました。足が濡れた。なんか奥に行けば行くほど大きいのがいる気がするんだけど、それを狙いに行こうとすると足がはまりそう。よっしゃー、大きいの捕まえた。大きいの捕まえたよ。ほら、ういやったー、マハゼの大きいの今とりあえず別の魚の稚魚もいますけどね、これも後でリリースしますからね、ちょっと観察するために今は生かしてます。簡単だろうと思ってたら意外と難しいですよ。釣る方が簡単なのか、もしかしたら満月周りの方が取りやすいって可能性も。よっしゃー、よし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 。勢いだね。勢い大事。満月周りの方が、警戒は薄いかもです。今日は闇夜だから、闇に隠れて生きる俺たち妖怪人間なのさ、早くハゼを取りたい。あれ、これ違う種類のハゼだ。よっしゃー、オッケー。でかいハゼ捕まえた。これはマハゼじゃないけどでかいやつ。やったー。これも食べる。これいいサイズだよ。うなぎ見えるかな。ただね、このタモの網目がかなり粗い。だから網目から逃げちゃうかもしれないので、網をかぶせたら手で掴むと。ダメだ、すぐ逃げられた。あ、ちっちゃいエイだ。かわいい。ほれおいで。エイの赤ちゃんだ。かわいい。夜の浅瀬でいろんな魚を捕まえることができました。型のいいハゼだけ持ち帰って、あとはリリースします。さて、小さいタモでハゼは十分取れましたね。今度は大きいタモで危険生物を捕まえに行きます。今から狙うのはめちゃくちゃ危険な生物です。そのハサミの力は1トンを超えると言われています。ちなみにすっぽんの噛む力は20キロほどです。比べたらね、どれだけ危険か分かりますよね。ハゼみたいに簡単には取れないので集中しようと思います。油断したらね、こっちがやられる可能性がありますからね、真剣勝負です。緊張する。いた逃げてる。これがノコギリガザミ、別名ドウマンガニです。沖縄や奄美地方では古くから食用とされていて、海外ではマッドクラブとかマングローブクラブと呼ばれています。マングローブがない場所でもカキ殻が住処となって育つんですよね。ちなみにカニ取りは地域によってルールが違います。漁業権が設定されている場所もあるので注意してください。逃げそう。よし、来た。入った。よし、入った。ここからどうするかですよね。この手でいくか、手でいけるか、なんとか。暴れてる、怖い。ちょっと土煙で見えなくなっちゃう。ちょっと待って。入ってる。ちょっと土煙が収まるまで待ちます。ここのね、土の質が泥なんで、少し足を動かすと泥が舞って視界がめちゃくちゃ悪くなるんですよね。そうするとやっぱカニが取りづらくなっちゃうんで、ダメだ、ちょっと深いからカメラ使っちゃうかもな。よし、来た。やったーいました。ドウマンガニです。はい、そんなめちゃくちゃ大きいわけではないけど、全然食べ頃サイズです。登ってきたー。怖いか。やだ
どこ行った？逃げた。もう泥で見えない。もういないかも。入ってる。よし、入ってた。当てずっぽうでタモをね、さっきと全く同じ場所にパッと置いたらですね、ちゃんと中にカニ入ってました。ただ次はちゃんとすぐにバケツに入れます。登ってくるんだね、カニは。怖かった。よし、行きます。よし、来た。よしよし。どっか行っちゃった。もうこんなに逃げます？いない。逃げられました。素早かった。なんかそれか1年ぶりだから私がちょっと感覚が鈍ってるのか。せっかくタモに入れたのに2回も逃げられるなんて、そんなことある？チヌじゃん。でかっ。チヌいるんですけど、ほら黒鯛いる。でっか。これは入らないか、さすがにタモに。寝てんのかな。やってみるか。気づいたみたいです、私の先に。いた。ほら、います。まだ気づかれてない。これいきます。泥が。いきます。よしよし、捕らえた。でも泥が収まるまでこのまま待つ。よし、合ってる。よし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 。こい。よし。はい、オッケー。はい、怖い。よし。はい、捕まえました。十分な食べ頃サイズの銅マンガニです。爪大きい。怒ってる。怖い。これね、タモをどかしちゃうとね、逃げちゃうので。やった、3度目の掃除機です。嬉しい。いた。この子ちっちゃいよ。めっちゃちっちゃい。取れた。はい、すごい小型です。それでも立派に銅マンガニ。ちょっと緑がかってるね、なんか。この子はリリースします。はい、もっと大きくなってから会うね。はい、バイバーイ。よいしょ。無料のキャンプ場までとりあえずやってきました。今真夜中です。今からちょっと料理を作るっていうのはかなりしんどいので、仮眠をとって、そして、朝になってから調理をしたいと思います。濡れた靴下は脱ぐよ。よいしょと。また明日。広い。最高。ベッド。おやすみなさい。取ってきたハゼと銅マンガニを使って美味しいご飯を作っていきたいと思います。結構朝遅くなっちゃった。お腹すいた。まずはカニですよね。カニの熱中症対策として氷を入れてました。怖い。泥抜きはしてないけど自分で食べるだけなんで泥がついててもいいでしょう。氷を買ってきたので今から大量投入して仮死状態にしたいと思います。ごめんね。いやー、めっちゃ怖い。危なすぎる。耐えてる。はい、これでなんとか弱ってくれるかな。ちょっとこのまま放置してみます。弱んなかったらどうしよう。はい、カニを氷で締めてる間にハゼをさばいていきます。ガマカツさんの鱗取り。いつも私が使っているのは大きいサイズなんだけど、このねミニもあるんで使いたいと思います。そして包丁は普通の三徳包丁です。ハゼの生息域は泥地なので1匹いたら、たくさん周りにいるという感じです。この子は種類がちょっと違うでしょ。ちょっと柔らかいの。これ何ハゼなんだろうね。全部鱗取っていきます。
背開きします。内臓を取って背骨ね、しっかり取ります。この骨は骨せんべいにして素揚げして食べても美味しいです。よいしょ。そしたらこのお腹のところを V の字に切る。はい、こんな感じでさばき終えました。マハゼじゃない大きい魚は柔らかすぎてさばくことができなかったので、持ち帰って味噌汁に入れて食べます。よーし、カニを見よう。カニ締めるのはすごく簡単です。この尖ったのを口にグッと差し込むだけ。動かないでね。刺すと、はい、こんな感じでよし、持ち上げることもできます。怖かった。ちょっと測っていきましょうか。500から600グラムってとこかな。いきます。はい。そんなことない、もっとあった。880ですね。綺麗に洗いたいところなんですが、動いた、怖い。カニを締めた氷水、ここに開けました。お家で調理するときはしっかりと汚れを落としてください。これで火にかけていきます。よーし、カニが茹だったようです。はい、せーの、オープン。おほほほ、真っ赤っか。すごい。はい、こんな感じです。うわゆでガニの完成。いやー、今年も取れましたね。ちょっと泥がついてるのはご愛嬌。気にしない。爪立派でしょ。めちゃくちゃ大きいよね、爪。うわー、どんな味するかな、楽しみです。はい、そしたらラージメスティン太白ごま油です。私これ大好き。ごまの風味はしません。高価なんですけど、揚げ物する時に使うととっても美味しくなります。じゃん、唐揚げ粉です。使いかけハゼにまぶします。風が3分置いておきます。そろそろいいかな。一番ちっちゃいやつ入れてみる。まだだった外だとね、火加減がわかんないな。大きいのも入れちゃおう。いい感じですね。油の温度が安定してきた感じ。表面カリッとしたら OK ですね。ほら、こんな感じで。よしと、お皿に盛り付けていきます。飛ぶんですけど。よしと、はい、できました。ハゼの唐揚げ完成です。シンプルな調理法でいただきます。おつまみにも最高ですよね。私も久しぶりに食べるのでめちゃくちゃ楽しみです。何にも取れなかった時のために食材も準備してきました。玉ねぎやや細かく切っていきますね。人参、皮をむいて小さめ乱切りですね。じゃがいも、皮をむいて芽の部分を取って、ちっちゃくするとじゃがいもは溶けちゃうのでね、ある程度の大きさ、このぐらいかな。米を炊きます。しっかり蓋をして炊いていきます。はい、帽子が飛ぶ。帽子が飛っちゃうよ。ちょっとここに置いとこう。よし、お鍋に油を敷きます。切った野菜を炒めていきます。牛肉加えます。薄切りにしました。その方が火が通りやすいからね。いい香り。ここにですね、ニンニクチューブ加えます。隠し味程度です。これ実は何も取れなかったら作ろうと思って持ってきた食材です。お昼ご飯が豪華になりました。よいしょ。びっくりしたなんか飛んできた。カニを掴んだゴム手が飛んできた。お水入れます。そしたら煮込んでいきます。アクが出てきたのでしっかり取りますね。これやっておくとだいぶ美味しくなります。じゃーん、オリエンタルカレー粉状になってるので溶けやすい。めっちゃ美味しそう。めちゃくちゃいい匂いする。カレーかわいいよね、この子めっちゃかわいい。とろみがつくまで煮込みます。ご飯もいい感じに炊けてるんじゃないでしょうか。オープン。わーいお腹すいたよ。ちょっと多めにしようかな。わーたっぷり。キューちゃんの福神漬け。よし、オッケー。カレー完成ですあれこれやらないシンプルなカレーにしました。
こういうのがねやっぱアウトドアでは一番美味しいですよね。全部揃えてみる。よいしょよいしょ。はい豪華やった。カニ、ハゼ、カレーね。さらにはいノンアルレモンサワーです。この後帰るのでアルコールはなし。よいしょ。お待たせしましたそれでは皆さん乾杯。美味しい。いただきます。まずはハゼからいきますね。カリッと揚がってる。美味しいやっぱハゼうまいノンアルレモンにめっちゃ合う。キスよりも身がねしっかりしていて、魚の味も強めです。味が濃くて美味しい。うま。カレーいきます。間違いないんですけど。美味しい。オリエンタルカレーは結構スパイシーですね。割とサラサラではなくてドロッとした感じ。なんか懐かしい感じがします。髪の毛が風が強いから甘さとスパイスのコクがいい。ニンニクチューブも、隠し味的にちょっと効いてると思います。こんなの買ってきました。見て、鮮烈バリ辛ブレンド。カレーを辛くするためのスパイス。あえて何が入ってるかも見ずにかけてみる。どう？赤い。味変味変。めっちゃ辛くなった。後からきます。もっといけるかも。ガラムマサラ、赤唐辛子とかペッパー系とかクミン、クローブ、マスタード、カルダモン、シナモン、後引く辛さ。美味しい。カレーの味を邪魔しない辛さ。もうなくなりそうカレー。まだお鍋にはたくさんあるので、これは持ち帰りますね。ハゼあっという間になくなっちゃいました。美味しかった。カニですよね。よいしょ。いきます。せーの。うわー味噌。カニ味噌からいってみましょうか。ものすごいいっぱい入ってる。どんな味がするんでしょう。うまい濃厚です。濃い。美味しい。うまっ。よいしょ。おお、ちょっと身がついてる。ほら見て、身がついてるよ。いただきます。美味しい。甘みがあります。毎年毎年驚かされるけど美味しいよ君。うわ、すごい味噌。ほら見える？味噌すごいよ。めっちゃ美味しい。そして身がぎっしり詰まってます。これは最高のご褒美ですね。どっちが大きいかな爪。こっちが大きいな。こっちが利き手だタオルに包んでいきます。床で行く。地面で行こう。よし、割れた。もうこの殻の分厚さ、もうほぼプラスチックです。爪のお肉をいただきます。
歯ごたえすごい。歯ごたえはホタテ貝柱みたい。本当美味しい。爪の実はまた食感が違ってね、最高。あ、そうだ、ポン酢持ってきたんだ。ポン酢、あ、めっちゃ合います。ごちそうさまでした。カレーもカニも残ってるんですけれども、これはお家に持って帰って大事に大事にいただきたいと思います。今回は軽キャンで一泊しながら夜のガサガサに挑戦してきました。 800g を超える銅マンガニや癒しのハゼすくい、めちゃくちゃ楽しかったです。そろそろ涼しくなってきたので、夜釣りじゃなくて日中の釣りチャレンジしてもいいかなと考えています。そしてここでお知らせがあります。私の初書籍ちぬこの伊勢志摩天然生活が発売になっています。 Amazon や全国の本屋さんでも購入することができます。そして本の出版を記念して初めての名古屋でのイベントを行います。私の三重県移住前に生まれ育った町名古屋で初開催です。ちらっと顔を見に来るだけや少し喋りに来るだけや、写真を撮りに来るだけとか何でも大丈夫です。そしてすでに本をお買い上げの方持ってきていただければサインもしますので、ぜひぜひお越しください。詳細は概要欄のチェックをよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。